はい皆さんこんにちは、コーヒー侍です。しょっぱなからね、やや土下座から入りましたけども、後で動画をしばらくご無沙汰してしまいまして、3週間ぶりぐらいですかね、のアップになります。いやーもうね、体調不良から始まって機材の不具合とかね、そして先週ですね、実はクラシとコーヒーさんとのねライブといいますかコラボライブにて絹というね新しいコーヒーグラインダーのライブで、ご紹介をしたんですけども、ちょっとですね歯が入れ違えてしまったというね、結構ねやっちまった感がある感じのねことになっちゃいまして、今回ですね改めて、訂正といいますかね、ちゃんとその絹コーヒーグラインダーの、3種ですね、刃の違い、そしてね本体の構造の違いというかねをしっかりとここでね改めてやろうと思いまして、今日は動画を回しております。はい、ということでね今日のテーマはこちらでございます。ザンということで紹介した時のもう内部についている刃をねその取り違えた状態でちょっと確認をしてしまったということで、改めてねいろいろ反省いたしました。本当に申し訳ございませんでした。ということで今回はこちらもう新しくもう3つ取り寄せましたということで、もうこれねまだ開けてない状態なんですよね。で3種類絹コーヒーグラインダーの3種類を、取り寄せましたので、もうここから開ければもう絶対間違いないですよね。刃の取り違いっていうのは基本的にはないということで、改めましてこちらね絹のクラシック、そして今度新しく出ますフェニックス、そしてシンプリシティの3つでございます。あとねドリップ用の替え刃というのも出ておりますので、これを今日はね開封をしてどういう違いがねあるのか、そしてどの機種にどの刃が入っているのかというのをねちゃんとやりたいと思います。コーヒーサムライチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ、行ってみよう。ざっくりと説明をしますと、価格がねだいぶ違います。このクラシックというのは、定価で6万円なんですね。税抜きで6万円になってます。でシンプリシティというねこちらは、5万円というね価格になってるんですね。でさらにこちらのフェニックスに関しては4万円という感じになっております。はい、こうやってね並べました。絹のですねこちらがクラシックですね、真ん中がシンプリシティです。こちらがフェニックスとなっております。もうねこの時点で重量がやっぱ全然違うんですよ。やっぱりねオールメタルのこのクラシックというのはものすごく重量感がありますよね。で耐久性があるかと思います。で、真ん中のねシンプリシティはちょっとね軽量化されてますね。でマグネットは一緒になってます。クラシックもマグネット、シンプリシティもはい、マグネットになってますね。で、ここはね、ここの部分がやっぱり樹脂に変わってますよね。はい。で、中は基本的にはそのメタルになっているので変わらないといった感じです。で、こちらのフェニックスに関しては、こちらね、ここがゴムになっているという感じですね。で、中が、この柱が樹脂製になってますよね、ここね。とここが樹脂製になっているので、若干ねその耐久性はこちらのオールメタルに比べればちょっと、少し劣るんですけども、重量を考えたらねこれどっちがいいっていうのはまた難しいところなんですよね。一番結構ね重量感あるので、意外と軽くなっているこのフェニックスなんかは実はいいという方もいるかもしれませんね。ではね早速ばらしていきましょうか。はい、ということで全部ばらし終わりました。こう見ると圧巻ですよね。はい、ではね、見ていきましょうか。はい、クラシックですね。こういったパーツになっております。はい。で、シンプルシティですね。こんな感じですね。はい。中のね、パーツはもうほとんど一緒ですよね。ほぼほぼね。で、フェニックスになると、樹脂製のこんな感じのね、素材になってくるかなと。で、この刃ですね。この内刃の形が、はい、クラシック
こんな感じになってます。でシンプルシティもはいこんな感じでね、見えますかね。同じですよね、形がね。特徴としてはこの部分が少し太くなっている。これちょっと覚えておいてください。後でね他の刃を見せますので。はい、これ同じですよね。クラシックとシンプルシティは同じ刃。そしてシンプルシティとフェニックスに関しても、はい、同じ刃が入ってました。はい、このね12345枚刃の同じ刃ですね。この刃が標準で絹のグラインダーには3つ共通で入っております。この刃が何なのかと言いますと、エスプレッソまでね引けますよっていうね刃なんですよね。この共通の刃に先ほどもちょっと言いました別売でポアオーバー用の刃だけ別売で売られているんですね。この刃が何なのか、ポアオーバー用と書いてまして、ちょっとね形が違うんですよね。この奥にある3つが共通ですね。全部クラシック、シンプリシティ、フェニックスに入っている刃になります。でこれが別売のねポアオーバー用の刃になってますね。並べてみましょうか、隣で。はい、こんな感じですよね。ちょっとねここが細いっすよね、形状がね。はい、なのでこれがやはりそのポアオーバー用に強い刃というような感じになってますよね。はい、皆さんお疲れ様でございました。今日はね絹コーヒーグラインダーの3種の構造の違いについてやってみました。引き目の違いなんかはですね、また改めて別動画でやろうと思います。あとね、分解組み立てなんかもねやっていきたいと思いますので、この絹に関しては本当いいグラインダーなので、本当ねもう回を分けていろんなね、視点からちょっと動画を上げていこうかなと思います。はい、皆さんお疲れ様でございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライ各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。